壺屋焼きよりももっと安い焼き物が大量に県外から入るようになって生活がとても厳しかったと言われてます、壺屋の人々は。沖縄県内の人でさえやっぱこっちの方がすごいいいってことで壺焼きが捨ててこっちを使うっていう方が多かったらしい。はいさあノアさん久しぶりの登場ですが、実は今回からプチ沖縄トラベラーの準レギュラーです、入隊です。ありがとうございます。いや、準レギュラーということでとても嬉しいですし、より一層皆さんに沖縄の魅力をお伝えできたらなと思っています。さあ、そして早速なんですが、今回はどこからでしょうか？そうなんです。今回はですね、3年ぶりの八千文通り壺屋に来てるんですけれども、前回行けなかった八千文博物館だったりとか、またね前回行ったお店の今を伺ったりとかしたいと思うんですけれども、ノアさんどうですか？はい、私も母とここに来たりするぐらいすごく好きな場所なので、今日は番組でここに来られてすごく嬉しいです。素敵な八千文を見つけたりしましょう。レッツゴーやー。皆さん、チャンネルの応援をよろしくお願いします。Merci de soutenir la chaîne。藤井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、那覇市立壺焼物博物館の伊地と申します。はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今日ご案内していただけるということなんですけれども、まずこちらの博物館の簡単な紹介や概要をお願いできますか？こちらの博物館はですね、1998年に建てられた県内で唯一焼き物をテーマにした博物館ということになります。ここだけなんですね。実は博物館はここだけですね。すごい。貴重な。なおさら貴重なので、今日はぜひ案内お願いいたします。お願いします。はい、じゃあ行きましょう。はい、こちらですね。はい。よいしょ。小さかわいい。まず最初にですね、焼き物の始まりの方からこちらの方では説明します。実は焼き物といっても単純に皆さんが見ているような食器とかではなくて、こういった土器も実は焼いて作ったものということで、土器、はい、焼き物の一部になるんですね。だから沖縄で一番最初に始まった焼き物っていうのはこういう土器から始まったという。6600年前。そうなんです。これ那覇市の今の河岸寺っていって空港の近くで発見された遺跡で、実はあんまり知られてないんですが、那覇市内の方でも空港の周辺っていうのは古いこういった遺物がよく見つかる地域で、そうなんですね。はい、意外なんですけど、意外ですね。あそこあれなんですよね。なんか空港だから立ち入りできない場所が多くて、そうだから知られてないんですけど、こういったものが見つかっているということですね。では12世紀頃に入ってくるとですね、こういった輸入陶磁器を沖縄県内では使うようになります。そこから少しこうやって光沢があるものだったりとかっていうことに銅器から少し変わっていったって感じなんですね。そうです。この光沢あるのが釉薬っていうものをつけて、このように光ってるんですが、ただやっぱり当時はまだ一部の有力者権力者の人たちがこういうのを使ってて、一般の人々は先ほど言った土器のような比較的作りやすいもの、使いやすいものを使ってたっていうことになりますね。こっちは琉球王国が終わって沖縄県となった後の焼き物を置かせていただいてます。今までは受注生産していればよかったんですが、結局大量生産してどんどん売っていかないといけないっていうことで、窯をいかに有効スペースを埋めて大量生産するかっていう発想に変わってくるんですね。ああ、なるほど。で、一品一品じゃなくて、今まではおっしゃる通り一品一品焼くことが多かったんですが、だんだんこういう重ね焼き、狭いスペースを使って重ねて大量に作ってどんどん市場に出していくっていうことをやらないとなかなか生活が難しいっていう時代に入っていく。もう壺屋で有名な上り窯の方、その時代からも使われてたんですか？その通りです。この時も上り窯で大量に焼いて、たくさん生産してたんですが、結局沖縄県になった後は壺屋焼きよりももっと安い焼き物が大量に県外から入るようになって
生活がとても厳しかったと言われてます、坪谷の人々は。ですね。沖縄県内の人でさえやっぱこっちの方がすごいいいってことでつぼ焼きが捨ててこっちを使うっていう方が多かったらしい。ああ、もったいない。でもそれも乗り越えたから今があるからよかったで、ですね。そのどう乗り越えたかっていうのが実はこっちになってくるんですが、こちらなんですね。はい、こっちの方ですね。つぼ焼きの本来の焼き物、やっぱこの姿がすごく味があっていいんだって評価し直したのが実は民芸運動っていうのがあって、有名な柳宗悦さんとか、人間国宝の浜田庄司さんとかいらっしゃるんですが、そういった民芸の方々がやっぱつぼ焼きはけどもやっぱこの形が素晴らしいって再評価してくださった。県外の人にこう評価されたっていうのもまた大きいですよね。大きかったと思います。なるほどですね。当たり前のようにあるものは当たり前だから誇りに思えなかったりはするんですね。でも外からの評価を受けるといかにこれが貴重なものって伝わりますね。はい、その通りですね。これすごくないですか？すごいですね、これ。地層？迫力が。実はここの博物館を建てるときにですね、ここでもつば焼きを作るための窯が見つかりました。で、皆さんに見ていただいているのはその窯の下の方の層を見ていただいている感じですね。これはその時焼いてたものとか壊れたものが残ってるっていうことですね。当時のまんま当時のまんまですね。ですよね。はい、その通りです。すごくないですか？すごいです。いいですね。で、これだけ見るとそうしか見えないんですが、実はこれが窯だったっていうのが、ここを上から覗くことができますので、せっかくなので2階の方にぜひ行って見ていきましょう。ぜひ行きましょう。お願いします。すごい。こちらが、はい、この下地層が見えた登り窯の。そうです。今上に上がってきた感じですね。はい、そうですよね。で、これいつ頃使われてた登り窯とかわかるんですか？これがですね、だいたい19世紀から多分20世紀ぐらいかなというぐらいで、はい。なるほど、すごいな。では実際ですね、近くの方で窯を見ることができますので、そちらの方まで移動しましょう。ぜひ。どうですかこの雰囲気。僕は大好きな場所です。めちゃめちゃいいですね、こう雰囲気が。こっちはですね、フェーヌ窯っていって、かつて焼き物を焼くために稼働していた窯が未だに残っている場所になります。今でもかろうじてなんですけども原型をある程度保っている、この登り窯も見れて、また時代を感じて、いかにやちむんが古いものか、そして大切なものか感じますね。まーちゃんどうですか？そうですね、やっぱりこうやって実物を見られるっていうのもそうなんですけど、なんですかね、なんかこんな裏に物語というか歴史が詰まってるんだなっていうのを改めて実感しました。いいですね。焼津さん、今日本当に素敵な案内ありがとうございます。我々はね、歴史をしっかり勉強したところで実際お店なので、今のやちむんを見に行きたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。いやー、博物館見て、登り窯見て、そしてもちろん坪谷といえばやはりこちらやちむん通りですね。こう昔ながらの面影が残っていて、すごくノスタルジックな場所になってますよね。そうなんですね。あとこの石畳の道もすごく素敵ですよね。この道自体がね400メートルぐらいで、もうふらっと歩ける素敵な店たくさん見ながら歩ける大好きな道ではあるんですけれども、素敵なお店といえば今日のあちゃんをこちらに案内したいと思ってます。この番組ではね3年ぶりなので僕もめちゃくちゃ楽しみです。どうぞ。ありがとうございます。行ってきます。ご無沙汰しております。よろしくお願いします。もう3年ぶりにね、この番組に来たんですけれども、うちな茶屋ぶくぶくというお店なんですけれども、沖縄の伝統茶のぶくぶく茶をメインにしたカフェで、お店の半分が喫茶店、半分が、焼き物、伝統工芸品を売るお店として坪谷のやちむん通り沿いで営業してます。はい、いやこれ本当に典型的なやちむんっていう感じですよね。この色使い、このちょっと茶色、緑、青、あとお花柄、これがベージュの
こういう感じのベースにあってめちゃくちゃ見てノアちゃん可愛いですね。猫ちゃんだよ。可愛い猫ちゃんがど真ん中にねあって素敵です。もう結構お腹いっぱいな大きいお腹してる感じなんですけど、うちの猫ちゃんにそっくりなのでそうなんです。こっちにも猫ちゃん。ここにも猫ちゃんがそうなんです。すっごい素敵です。いや普段ねお家の中で使いたいなって思えるようなデザインですよね。これでそうお茶飲んだらめちゃくちゃなんか可愛いっていう感じになりそうですね、癒され猫ちゃんが。ますね。また逆側の壁に来たんですけど、まずこの立派なシそうなんでーすサーと瓶がとこの綺麗なターコイズブルー色味が素敵です青ね。すごいんですけれども、はいもうちょっと綺麗な青といえばこれめちゃくちゃさっきから気になってて、めちゃくちゃサンゴっぽい。そうですね。サンゴを使用して模様とかをつけたり、あ、してるんですけれども、ラチムンでサンゴ初めて聞きました。鈴になってるんです。すごいねすごい。いやもう今日もね素敵な案内本当に感謝しますけれどありがとうございも、ます一番売りのブクブク茶も、はいぜひもうぜひぜひ飲んでみて、ここ体験していでねこのってください素敵な壺屋のエンディングも撮りたいと思うので、カフェスペースもぜひぜひはい使わせてくださ。はいい、お願いしますぜひご紹介します。うわーブクブク茶が来ましたけど迫力がはい。してるし、音がシュワシュワシュワって聞こえるんですよね。そうなんです泡の感じが。泡がもう一個ずつ弾けて。弾けていってる音がピチピチピチってなんですけど、改めてこのブクブク茶とははい何ですか？ブクブク茶ですね。沖縄の伝統茶で、お米で基本できたお茶ですね。で琉球王朝時代にお客様をおもてなしするお茶として飲まれてきたお茶で、じゃあこの泡がお米？泡の原料が白米をベースにできてます。白米はい、ははは白米と沖縄で湧き水は香水が出てくるので、香水の水と白米がベースになってます。へえ。で下のお茶も下はこっち玄米のお茶が入ってます。玄米なんですね。はいいただきます。今日はねこう口をつけて飲むって言ってたけど、すっごいきめ細かい泡ですね。うん、なんか下のお茶が香ばしい感じがすごいします。なんかすっきりした感じで、はいなんかちょっと泡ついてますね濡れてるけど濡れてるけどこう飲んだら確かに泡つくんですよね。そうですね。なるほど、ちょっとこれがまたそこも楽楽しみしみの一つでっていうか、もう今日はねこの素敵な作品も、はい八千代の歴史もいっぱい見てきたんですけれども、のあちゃんいかがでしたか？そうですね。こう八千文のことはもともともちろん知ってはいたんですけど、その歴史とかっていうのはなかなか学ぶ機会がなかったので、より奥深さを知れたと言いますか、すっごいあーなるほどですね。感動しましたね。おま話聞いて。たね本当にこれもおとぎ話の世界みたいな登り窯はい。っていうところもね、あれはもうガジュマルとちょっと崩れた登り窯と自然とやちむんがもうこうやって混ざり合ってすごい幻想的な雰囲気が見れたりとか、この辺本当にねこういうもうここにしかないようなエリアで大好きなエリアなんで、僕も今日来れてもうすごい幸せでした。私もすごく楽しかったです。おーよかったです。もう皆さんもねぜひ那覇に来たら八千文通りはもう絶対欠かせない場所なので、こうやってフラッとしたり博物館で勉強したりブクブク茶を飲んで幸せになったりしてみてください。それではSee you シーサー。今日も沖縄の魅力をたくさん知っていただきました。うちなんちの私でも様々な発見がありましたよ。皆さんぜひチャンネル登録をよろしくうにげーさびらうんじくみそうりよ。